ートの植え付けをしていこうと思います。整地にはパワーハローを使用します。もう完全に自動で動いてます。移植機も全自動なので、私はほとんど休憩時間です。やっと畑の作業が始まったっていう感じがしますね。今回、導入する FJ ダイナミックスの AT2。皆さんこんにちは、さおりです。今日は5月の4日なんですけど、やっとねビートの植え付けをしていこうと思います。4月の末にですね雪が降ったり、昨日はね雨の予報だったんですけど、思ったよりね雨が降らなかったので、今日から作業ができそうです。天気がまた悪くならないうちにささっと進めていきたいので、急ピッチですがやっていきます。3月から育ててきた苗も大きくなって、最後に液肥をまいています。この液肥を使うことで、苗が土にしっかり根を張りやすくなります。これからですね整地をして、畝切るという作業をして、それから明日にはビートの植え付けを行えるかなっていう感じですね。なので今日は、畑の整地作業になるかと思います。はい、ということで今ビート畑の整地をしています。だいたいいつも整地の時にはジョンディアを使うんですけど、ジョンディアはね GPS がついていないので、まっすぐね自分の目で見極めていつも走ってぐねぐねになってます。整地にはパワーハローを使用します。固まった土を砕いて平らにしてくれます。まっすぐ走るのって簡単そうだけど難しくて、なんかどんどん斜めっていくんですよね。この畑は去年はじゃがいもを植えていて、その時の畝がかすかに残っているので、まだ整地しやすかったです。整地が終わったら次に畝切りという作業をします。畝切りの目的は畑に肥料をまくことです。通常、種を直接まく作物は種と肥料を一緒に入れることができます。でもビートはあらかじめ育てた苗を植えるので、苗と一緒に肥料を入れることができません。だから植え付けの前に畑全体に肥料をまいておく必要があります。うちは今までずっと GPS の自動操舵システムは1台でやりくりしてたんですけど、今年の4月に2台目の GPS を導入して、以前から GPS の取り付けやサポートをお願いしているノーザイノベーションさんに取り付けていただきました。じゃん、今回、導入する FJ ダイナミックスの AT2 です。このヤンマーのトラクターが植え付けや管理で主力として使うトラクターです。なのでこれにもともとつけていた旧型の AT1 をさっき畝切りで使った久保田のトラクターに移設して、新型の AT2 をヤンマーに取り付けてもらうことになりました。自分で取り寄せて取り付けることもできるんですが、精密機械なので取り付けも重要だし、
もし何かトラブルがあった時にすぐに対応してくれるので、私はお願いしてやってもらいました。ということで今年から自動操舵2台体制で農作業できるようになりました。これでまっすぐ走るのが苦手な私でも綺麗に走れるようになります。FJD はドローンで有名な DJI の元技術者が立ち上げた会社だそうです。信頼性も高くて GPS 導入後に機能追加やアップデートがあっても FJD は基本無料対応です。メーカーさんによっては有料なのでそこは大きなメリットだと思っています。旧型機種で畝を切って明日からいよいよ新型の AT2 を使った移植が始まります。おはようございます。昨日ねビートの成長を終わらせて畝切りもしたので、早速今日から植えていきます。そしたらちょっと今準備をしてきたんですけど、畑にねこのビートを持っていくためにコンテナにね入れていきます。ビートとは天才とも呼ばれ、根っこの部分から砂糖を作る作物です。砂糖大根とも呼ばれます。たくさん水を吸収しているので結構苗が重たくてこの作業は大変です。よいしょ。はい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 。ぐさ。すわ。はい、来た。こんな感じで3等分できるようになっていて、コンテナに入れます。上げて。はあ。ビートの移植機にはコンテナのまま乗せれるようになっています。いけ。た。よし。せーの。ということで苗をコンテナに詰めたらトラックに乗せて畑に移動します。土くれオリジナルグッズ発売中。今日の23時59分まで。この機会にぜひチェックしてね。畑に移動してきました。5段積んでるんで、慎重に。これがビートの移植機になります。さっきコンテナに詰めた苗を移植機へ移動します。そしたら植えていきます。新しく導入した AT2 を使います。はい、こんな感じで走り出しました。もう完全に自動で動いてます。GPS を取り付ける最大のメリットは、畝を正確に均等に作ることができるので、後々の管理作業でのロスが減って収量が安定します。同時に自分でできることの幅も広がるので、人件費も削減できたり、いろんなコストがカットできます。今この林の方から植えてきてるんですけど、ここ今植えたとこです。ちゃんとまっすぐ植えられています。次に進みたい場所にトラクターの向きを大まかに合わせて GPS のスタートボタンを押すと自動でそのラインにぴったり合わせてまっすぐ走り出してくれます。トラクターは自動運転で移植機も全自動なので私はほとんど休憩時間です。
ビートの移植機はコンテナを乗せると自動で苗だけが移動します。全自動の機械なので苗を供給するだけで、あとは全てやってくれます。針が苗を1列ずつ剥ぎ取ってコンベヤーに置かれます。結果部といって発芽しなかったり苗が成長しなかったものは途中で落ちるようになっています。合格した苗だけ奥のコンベヤーまで運ばれて、しっかり成長した苗だけが畝に植えられます。最初に普及しだした国産の GPS は値段が300万円くらいするんですけど、最近は中国産の GPS も増えてきて、この FJD も同じく中国から来た自動操舵です。ちなみに値段は国産メーカーの4割以下くらいでした。じゃあ性能にどんな差があるのかというと、私の知る限りでは本当に全くなくて、むしろオート U ターンとか応用機能を使おうとすると、普通はオプション扱いで追加料金なこともありますが、FJD は低価格のまま最初から全ての機能が使えるようになっています。ラスト1周です。やっと終わる。これまで1台の時は GPS を必要とする植え付けや管理作業のたびに機械を取り付けていたので時間がかかっていました。でもこれからは2台体制になって、そういった付け替えの手間も減って作業時間の短縮にもつながると思います。FJD の AT1 と AT2 を取り付けてくれた私が以前からお世話になっているノーザンイノベーションさんは、島内であればどこにでも駆けつけてくれるので、FJD の自動操舵システムに興味を持った方は概要欄に詳細を載せるので見てみてください。ということで無事にビートを植え終わりました。 1.7 ヘクタール。広いな。こう見ると夕日がめちゃめちゃ綺麗。ほら、やっと畑の作業が始まったっていう感じがしますね。久しぶりに汗をかきました。特にハウスの中なのでね、ビートはめちゃくちゃ暑かったです。はい、ということで今回はビートの移植と GPS のこともね、これまでちょこちょこつけてるんですかとかいろいろ聞かれてたので GPS の紹介をしてみました。うちはね、今のところ2台 FJD をつけております。家事職人が頑張って片付けてくれています。私も片付けてお家に帰ろうと思います。はい、整地から植え付けまで約3日間お疲れ様でした。ということで最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。